さんごきげんよう、上川かわるです。今回取り上げる話題は中東情勢。米軍によるイランへの攻撃、ミッドナイトハンマー作戦への報復をイランが実施しました。イラン周辺には米軍の基地が様々あり、その中でもカタールの空軍基地に対する攻撃が実施されました。今後、イランとアメリカとの関係がどのようになるかは、イラン側からの反撃がどの程度の規模であるかといったことが非常に重要なポイントです。今回の攻撃がどのように行われ、そして今後どのような展開になると考えられるか解説していきます。イランからアメリカ軍の基地があるカタールに向けてミサイルが発射されていきました。ミサイルの数は計14発。この14発という数はアメリカがイランの核施設に対して用いた地中貫通型爆弾バンカーバスターの数と同数です。そしてイラン側からカタール、そしてアメリカに対しても攻撃の前に連絡があったとのことです。こちらはカタールの上空を捉えた映像。多くの人たちが夜空に向けてカメラを向けました。カタールに配備されていたアメリカ製の防空ミサイルシステムパトリオットがこれを迎撃しています。トランプ大統領の発言によれば、14発のミサイルについては、13発の迎撃に成功。1発が誰もいないところに向かおうとしていたので無視し、被害が出なかったとのことです。迎撃に成功していたとはいえ、夜空を見上げればミサイルが飛び交っているわけですから、カタールの人々は困惑し逃げ惑っていました。一方こちらは攻撃を受けた側のアメリカ軍基地にいた兵士たちが撮影したもの。米軍基地には約1万人の兵士たちがいたとされています。映像ではいわゆる不適切用語を乱発している様子がわかります。彼らの見ている前で迎撃ミサイルが次々と命中し、イランの弾道ミサイルが爆発しています。一方イラン側ではアメリカに対する報復攻撃を実施したというの一報があり、人々が通りに出てこれをお祝いするといった光景が広がっていました。こちらは首都テヘランにおける集まった人々の様子。その他イラン各地でこのようなお祝いムードに包まれていました。イラン国営放送はアメリカ側に被害が出ていないことについては特に言及していなかったようで、とにかく反撃したというその行為そのものについての称賛の声が溢れていたようです。なお、どうしてカタールの米軍基地を報復先として選んだかについて、それにはたとえ攻撃しても大きな被害が出ないだろうということをイラン側は事前に知っていたからだと見られます。これは今から4日前の AFP 通信の記事。米軍機カタール空軍基地から姿消す衛星画像。今回攻撃を受けたカタールのアルウデイド空軍基地の衛星写真。6月5日段階においては数多くの戦闘機が並んでいることがわかります。しかし6月19日にはすでにアメリカ軍の軍用機は他の基地へと飛び立っており、全くのもぬけの殻となっています。トランプ大統領はイランに対する攻撃計画を実施する段階において周辺基地から主要な装備品について移動させていたものとみられます。今回のイランが行ったアメリカに対する報復攻撃にはいくつかポイントがあります。まず第一に、攻撃の規模はアメリカが攻撃に用いたバンカーバスターと同数であること。次に、攻撃そのものも事前にカタールとアメリカに対して事前に告知が行われていました。そのため、攻撃を受けた側の国であるカタールもイランに対して批判声明は出しているものの、自衛権の発動としての報復の権利については保留すると発表しました。また、米軍基地に対する攻撃であることからトランプ大統領も反応しています。ただし、事前に連絡を受けていたので、一切被害がなかったことを発表。連絡してくれてありがとうみたいな感謝まで述べています。今回の攻撃においては、迎撃に完全な成功を収めており、米軍基地もまた攻撃を受けたカタール人についても負傷者が一切出なかったと発表が行われています。ただし迎撃するための弾の柄についてはカタールの街に落ちていますから、その被害といったものは出ているでしょう。ただそれで人が亡くなっているわけではないので、今のところは今回の報復攻撃は政治的なショーとしての見せ物で終わり、紛争の拡大という要因とはなりません。このようにイラン側が攻撃を抑制的に行った理由というのは、まず第一に、現在すでにイスラエルとの戦闘そのものについては継続中であり、今ここになってアメリカと本格的な戦闘を行うわけにはいかないといった事情があります。そもそもトランプ大統領はイランに対して陸軍兵力を派遣する予定が全くありません。となれば、今アメリカと戦闘
本格化すれば、それは一方的に攻撃を受けるだけになってしまいます。アメリカ製のステルス戦闘機 F-35 は、現在のところイラン軍のレーダーに探知されない状態でひたすら攻撃を受けるばかりになっています。アメリカが行ったミッドナイトハンマー作戦においてもステルス戦闘機とステルス爆撃機が使用され、これにもまたイラン軍は一切反応ができませんでした。また巡航ミサイルトマホークについてもこの前段が撃ち込んだと言われており、イラン軍が迎撃できていなかったとされています。このようにアメリカの方に被害がない状態でさらに戦闘を続けるとなれば、イラン側がやられる一方であり、イラン国民から現在の政権に対する批判が高まるばかりであり、全くやる意味はないでしょう。ですからあくまでもアメリカに対して我が国はきちっと反撃したんだぞという部分だけをニュースとして報道し、やられっぱなしではないという部分だけでなんとか収めているというわけです。トランプ大統領も今回の一件をもって自分たちが攻撃した件についてはチャラになったみたいな話をしており、少なくとも今後アメリカとイランというこの二国間においての軍事的な衝突は沈静化へ向かうものとみられます。ただし、これでイランが完全に黙るとは思えません。というのも、イランには外部武装勢力があります。イエメンのフーシ派、レバノンのヒズボラ、もしくはイラクに点在している民兵組織など、米軍基地を狙ったテロ攻撃といったものが、この後散発的に起こる可能性はあります。ただしこれらはイラン本国の攻撃ではないとして、イランは知らぬ存ぜぬといった形で貫き通すことでしょう。今後トランプ大統領は、イランの核開発計画についていかにして外交交渉で決着をつけるか、その点についてだけ考えることでしょう。あとはイランとイスラエルとの戦闘がどうやって収めるか、両国間で話し合うのか、それとも第三国を介しての外交交渉を行うのか、いずれにしろ両国が国境を接していない分遠距離攻撃戦でしか戦いは行われていません。イラン側からの弾道ミサイルは製造能力から言って決して潤沢な数を用意することができませんし、安い攻撃兵器であるシャヘドは現在のところ完全に迎撃されており、発射するだけお金の無駄の状態になっています。一方でイスラエル側もだからといって迎撃をいつまでもやっていれば軍事費がかさむので、どこかの時点ではやめたいことでしょう。イランがホルムズ海峡を封鎖するのかどうかといった懸念点などはありますが、全体の動きとしては、あとはイランとイスラエルとの間における落としどころをどこにするか、そこが中東情勢の沈静化に大事なポイントとなるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。アメリカによるイラン空爆に対する報復として、イランがカタールの米軍基地に対する攻撃を行いました。しかしそれは非常に抑制的なものであり、トランプ大統領もこの件をもってアメリカとイランとの間における直接的な戦闘については、ほとんど終わったようなものだという見解を示しています。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また動画を見終わったら評価ボタンのクリックとスーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。